皆さん、こんにちは。よしえです。今日もポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。はい、元気ですか？皆さんはどんな一日を過ごしていますか？私は今朝です。さっきパン屋さんに行って、パン屋でパンを買って、で、コーヒーも買って、テイクアウトしてね、今家で飲んでいます。はい。で、さっきパン屋に行った時に、ふと、ちょっと前に日本で話題になっていたことを思い出しました。X、元ツイッターでパン屋について議論がありました。特に子供を持っているお父さんお母さんの世代で話題になっていたことですね。今日はそれを皆さんにシェアして、皆さんがどう思うか、皆さんの国でのパン屋の事情はどうかっていうのを、聞いてみたいなと思っています。はい。このどういうことが X で話題になっていたかというと、ある時にそのツイートをした方が女性でお母さんだったんですね。母親だったんですよ。で、子供を連れてパン屋に行きました。で、そのパン屋で、その子供が汚れた手でいろんなパンを触ってしまったらしいです。それで気づいたパン屋の店員が母親に全部買い取ってくださいっていうふうに言いました。それで母親は全部のパンを買いました。で、多分家に帰った後とかにこんなことがパン屋であって、本当に子供に厳しい、悲しいみたいなことをツイートしたんですよ。はい。で、そのツイートにみんなが反対意見、賛成意見をたくさんツイート、リツイートした感じですね。悲しいよね、みたいな同情する意見。子供にちょっと厳しすぎるねっていう意見と、当たり前でしょ？買い取るのは。お店は何も悪くないのに、子供をちゃんと見てなかった母親が悪い。みたいな意見。いろんな意見がありました。で、前提となる情報として、日本のパン屋さんっていうのは、パンが剥き出し、パンが手が届く場所に袋とかパッケージに入らずに並べてあって、自分でトングって言って挟む、取るための道具で取ってプレートに自分で乗せてレジまで持って行ってお金を払うっていうシステムのパン屋がね、一般的です。なので、子供と一緒に入った場合、子供は自分の顔ぐらいの高さにパンがいっぱい並んでいるっていう状況になります。はい。なので、小さな子供からしたら、もう楽しいですよね。目の前に美味しそうなパンがたくさん並んでいて、もうすぐ触れる。これはもう子供にとったら、もう我慢するのはね、結構難しいと思います。特に1歳、2歳、3歳ぐらいの小さな子は好奇心の塊で何が悪いかとかね、ちょっと理解がまだできていない子が多いので、はい、このお母さんの、状況もよく理解はできます。皆さんだったら、自分が親だったらどうしますか？このシチュエーションで。もしくは自分がパン屋の立場だったらどうしますか？触られても我慢しますか？それとも買ってくださいってお願いしますか？この話題になったパン屋はお客さんにパンを全部ね、買ってくださいって言ったんですけど、どっちのパターンもありますね。
買ってくださいっていうパターンもあれば、もう子供がやったことなんでしょうがないですねって言ってくれるパン屋もあると思います。はい。で、そうなった場合は、その触ってしまったパンは全部廃棄、捨てることになります。そのパンをその場で置いておくパン屋はほとんどいないと思いますね。はい。自分が親の立場だったら、もうパンはね、全部買いますね。そのパン屋さんがかわいそうだし、捨てられるパンももったいないと思うので、きっと買います。日本って子供を車の中に一人で置いておいたりすることができないので、もう子供と一緒にパン屋に入るしかないんですよ。そう、だから私が日本にいた時は、もう絶対に連れて行かないですね。誰かに預けていくことが多かったです。はい。でも、誰かに預けることができない家庭もいっぱいありますよね。おじいちゃん、おばあちゃんが遠くに住んでるとか、保育園に、幼稚園に預けていないとか、24時間お母さんお父さんと一緒にいる子供も多いので、はい。そうなった時にどうしたらいいんでしょうか？これ本当に小さなトピックだけど、結構ね、難しいなって思います。で、パラグアイに引っ越してから、気づいたんですけど、結構海外のパン屋って、ガラスのケースの中にパンが入っていることが多いと思うんですよ。皆さんの国ではどうですか？日本は本当に多分9割ぐらいの、もっとかなぐらいのパン屋さんが、もうパンができたら外に並べて、で、自分でお客さんがパンを取れるスタイルなので、全然違うなって思います。これはどうして外に並べるかっていうと、やっぱり出来たて感がより伝わって、日本ってね、焼きたてのパンがすごく価値があるものっていう風に考えられているので、今焼きたてどうですかって言って、中からね、焼いたパンがわーって出てきて、で、それをお客さんが自由に取るっていうのが、一つの楽しみでもあったりするんですよね。そう。だから大人にとっては楽しいところ。大人にとってはっていうかね、お客さんにとっては、やっぱり自分で自由に取れるっていうスタイルがいいと思うんですけど、そういうね、触られて汚れてしまうっていうリスクも同時にありますよね。どうなんだろう。何が正解だと思いますか？私がもしパン屋をやっていて、小さな子供を連れた親が買いに来たら、今思うアイディアとしては、ちょっと、メニューを外で見てもらって、選んでくれたやつを外に持って、ね、もう外で買えますよみたいな、外に持ってきますよみたいなパターンか、選んでる間、子供見ますよみたいな感じで助けてあげるとかかな。でもそれも結構ね、忙しかったら難しいですよね。なんかいろいろちょっと考えてしまいました。はい。特にね、なんか結論があるとか、ナイスアイディアがあるとかそういうわけじゃないんですけど、いろんなね、議論が日本であったよっていうことをちょっとシェアして、日本のパン屋がどういうスタイルかっていうのをシェアしたいなと思いました。はい。ぜひ皆さんの国の状況も教えてもらえると嬉しいです。はい。では、この動画がいいねと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価、そしてインスタグラムのフォローもお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。